皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画は三菱ランサーの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装工程に関しては全部で3回の工程。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドを使用。塗料はクレオスの GX100 スーパークリアー2をガイアカラー T01 薄め液で1対 1.5 程度まで薄め吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、1工程目と2工程目の間に軽く2000番のペーパーヤスリで表面を整え、2工程目はしっかり全体をまんべんなく塗装、3工程目は仕上げで各部塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合は最悪塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。続いてはエナメル塗料でしっかり墨入れということで、メッキを落としスーパークローム2で塗装したホイールをもう一段リアルにしていく工程を収録してみました。まずは塗料の種類と特性ですが、今回のスーパークローム2はラッカー塗料で、この上からさらにラッカー塗料を重ねるとこの手法はできないのですが、ラッカー塗料の上からエナメル塗料を重ねた場合は有効な墨入れ方法です。この特性を知った上で、今回はスーパークローム2の上からエナメルブラックを吹き付け、露出させたい部分をエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取っていきました。塗って拭き取るだけでボルト部分やディスク面など陰影が出て、簡単によりリアルなホイールが出来上がります。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく作業をしていきます。徐々に番手を上げ滑らかな面にしていきますので、前もって逆算をしクリア塗装を行わなければいけません。ここでクリア塗装時に意識している塗料が垂れる寸前、つまり多少厚めにクリア塗装を行うことがここで生きてくると思います。取り出し工程としては2回の工程。まずはペーパーヤスリ2000番で水取りをし、次にラプロスの研磨クロス6000番8000番と番手を上げ水取りをしていきます。個人的な鏡面の目安としては、反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。ドレメルというメーカーのミニルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、パーツ表面の層を軽く剥がす、または一皮剥くといった感覚で研磨していきます。あまり研磨しすぎても粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできずピカピカにはなりません。ですのであくまでも軽く1周といった感じで作業を行っていきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で傷がなくなるまでを目安に研磨していきます。この3工程目の段階で下地が出ると本当に最悪なので、基本的には各1周
最終的に仕上げ目で傷をしっかり消すことができれば OK を目標に行います。最後の仕上げの際、長谷川のセラミックコンパウンドとタミヤのモデリングワックスを使用し、ツルピカにし完成としています。続いてマスキングと塗装で、主に外装パーツの塗装を行っていきます。まずはフラットブラックを使用し、リアバンパーとウィンドウモール、サイドシルを塗り分けていきます。リアバンパー、サイドシル、ウィンドウモールともに形状的に直線的でマスキングしやすい形状。サイドシルをマスキングする際にサイドモールにデカールがあるので、そこだけ注意しマスキングをしていきます。デカールがマスキングテープに持っていかれないための施策としては、デカールの形状に合わせティッシュをカットしたものをボディとマスキングテープとの間に挟み、デカールに直接テープがつかないよう保護をしました。続いてクリアパーツの縁取り塗装です。車やバイクなどのスケールモデルを作る場合、この縁取りをするとしないのでは仕上がりに大きな差が出ますので、しっかり縁取りをし、ゴムパッキンの再現をしました。最後に仕上げとなります。塗装や細かいパーツたちを組み上げ、それらを取り付け完成へと向かう工程。嫌顔でもテンションが上がってきます。まずはボディに対しウィンドウを取り付けていきます。このキットはフロントとサイドウィンドウが一緒、リアウィンドウが別パーツとなっており、歪み対策がしっかりされていますので、バッチリピタピタで取り付けることができました。接着にはセメダインハイグレード模型用接着剤を使用。次にフロントマスクリアコンビネーションに対しクリアパーツを取り付け、そのままボディに接着。顔周りやテール周りが取り付けられ、いよいよランサーの袖がお目見えとなります。続いてドアミラーのミラー部分に対し長谷川のミラーフィニッシュを貼り付け、デザインナイフでカット。フロントマスク裏側にはインタークーラーを接着した後、ボディとシャシーの合体です。ボディとシャシーの合体にはそれぞれ受けや出っ張りがなく、前後のバンパーで固定するタイプで、バランスを見つつ接着しないとバンパーが浮き上がってしまったりするので、少しだけコツが必要かと思いました。最後にホイールにドアミラー、ドアノブやナンバー灯、リアスポイラーにキーシリンダーを取り付けた後、テッカテカに磨き上げ完成です。最近の長谷川のキットらしく、すべてのパーツが精巧で正確な作りのキット。ボックスにはリミテッドの文字があるように限定のキットでしたので、限定品は限定品らしくパッケージのまま組み上げる意思のもと制作してみました。欧州向けに2リッターターボとして販売され、 WRC 世界ラリー選手権でも大活躍した車でもあります。ラリーで世界中から注目を集めたランサー。きっとここ日本から遥か彼方である海の向こう側で元気に走り回っていたことでしょう。そんな回想をしつつ、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。